西岸壮行です。今日は友達がいないことで悩んでいるという20代女性波音さんからのご相談です。社会人になってから自分には本当の友達がいないんじゃないかと感じるようになり、胸が苦しくなることがあります。学生の頃はそれなりに一緒に過ごす子はいたのですが、卒業してからは連絡を取ることもほとんどなくなりました。今は毎日仕事ばかりで、職場の人とは世間話をするものの、仕事が終わってから会おうとか休みの日に遊びに行こうと言える相手がいません。自分はどこかおかしいのかなと落ち込んでしまいます。家族とは仲は悪くないのですが、悩みとか本音を出すという感じでもなく、ふと一人になった時にこの先もこんな風に一人なのかなと不安になります。友達がいないことでこんなに悩んでしまう自分は心が弱いんでしょうか。何か良いアドバイスがありましたらぜひよろしくお願いいたします。お便りありがとうございます。独座大遊法という禅の言葉があります。大きな山のてっぺんにどっしりと座っている、そんな姿を表す言葉です。私たちは孤独だとか一人ぼっちだとか、そういうつながりが失われた状態に大変敏感なように思います。でも友達の数とかですね、そういうつながりの多さと人の幸せだったり心の満たされ具合というのは比例するものなんでしょうか。私はそうではないというふうに思います。でも友達がいないとか友達が少ないというご相談は非常に多いですね。そういうことで悩んでおられる方がこんなにもたくさんいるんだなと驚くほど本当に多いです。で、そういう方々のお話をよく聞いていると、波音さんと同じようなことをやはり皆さんおっしゃるんですね。家族とは仲が悪いというわけでもない、職場の人ともですね、世間話程度なら普通に関わることができる。だけれども心が通じ合った深い関係になったりとか維持することは得意じゃないと。で、こんなことを言う方も多いですね。これ一人でいることが多いんだけれども、特にそれが苦しいというわけでもなくて、なんなら一人時間を過ごすことが多いので、その楽しみ方も実はよく知っているんですよと。で、逆に大勢で群れて行動したりとか、何かイベントごとでですね、他の人々と一緒に過ごす方が楽しみ方が難しい、一人でいる方が楽しいとかね。で、人と会ってコミュニケーション取ると後で反省してしまったりね、ああいう時こういうふうに関わった方が良かったかな、あの質問に対してはこんなふうに答えればよかったのにというふうな反省をよくしてしまったりとか、あとは何でしょうかね。やっぱり毎度そうしてその気を使いすぎて疲れてしまうとかですね。で、挙句にはそういう友達って何だろうとか、親友はいるのかなとか、そういうことをその友達論みたいな定義のことをですね、一人で勝手によく考えるということをいろんな方が、共通のお悩みを持っていらっしゃる方が口にされます。で、波音さんからの今回のお便りを見てですね、これはまさにそうだろうというふうに感じました。友達がいないことでこんなに悩んでしまう自分は心が弱いのでしょうかとありましたね。私はそうは思わないです。はっきりと心が弱いから友達がいないということで悩んでいる、それは違うと思うんですね。おおむねですね、友達がいないとか少ないと悩んでおられる方々は、人の気持ちをすごくよく考えてしまったりとか、あと言い方を変えると感受性が高すぎて、その人の一言一言、一つの表情、
そこからもその人の本音とか特徴とかを捉えるのがすごく得意で、とても敏感に反応したりとか繊細な心持ちで接してしまう。だから疲れてしまうというふうに私はよく思うんです。だからこそそういう繊細さだったり感受性が高いということを否定してはいけないとさえ思うんですね。どう考えたって特徴としては長所ですから、人の気持ちによく気がつくとか気が回るとか配慮ができるということは長所だと思いますので、それをうまく使いさえすれば波音さんが友達がいなくても思い悩まなかったり、あるいは友達がいないという状況から脱することもできるとはっきりと思います。私もですね、子供の頃実は人とは違うという見られ方をよくする時期がありました。実は生まれた時からですね、私はすごく田舎だったんですけれど、父親がいなくて、母子家庭として生まれた瞬間から暮らしてまいりました。で今でもその父親の顔は見たことないですし、今生きてるか死んでいるかすらわからないという中です。その当時の地域性だったり時代性もあったんでしょうけど、とても貧乏でしたので、レッテルとしてですね、母子家庭の父親のいない子供だとか貧乏のお家の子だとかいうことで、そういう目で見られたりして、すごく仲の良かった友人友達がですね、急に翌朝遊ぼうと声をかけたら「ごめん、お父さんが君とは遊ぶなって言ってたから」と言われたことも本当にたくさんあります。1回や2回じゃないです。でそういう時もやっぱりね、ひもじい思いを抱いたりとか、なんで自分だけという気持ちが強くなってしまうものなんですけども、ですから言いたかったことは、今波音さんが感じておられる気持ちで、それを友達がいないことで自分が何か悪いのかなと考えてしまうような、そういう状況についてある程度は私も理解できるようなつもりなんですね。今振り返ると、私はこうしてですね、友達がいないことで悩んでいらっしゃる波音さんからのご相談に応えていて、でましてや禅宗の僧侶になってですね、いろんなお悩みに応えながら人々の幸せだったりね、よく生きることの力になれればと思って一生懸命生きているわけです。お悩みにお答えしていくうちに、ありがとうございましたとか、楽になりましたとか、これからも頑張ってくださいというふうな優しいお言葉もたくさんいただけるようになったんです。ですから思い悩んでいらっしゃるということも何かの力にこれからなっていくと思うんですね。今友達がいなくて寂しい、自分が悪いのかなというふうに悩むことも当然のことですし、それが力になっていくというふうに私の経験から思います。で、誰かとつながりたいという思いがやっぱりあるんですよ。こうして悩んでいらっしゃる時はちゃんとつながりたい、友達と呼べるような心の通った人と一緒にいたいと、その気持ちは必ず実りますから、そのことだけは信じてほしいんですね。必ず実ります。では、お守りです。波音さん、もしよければですね、誰かを思い出すということから始めてみましょう。今ですと誰でも持ってますから、連絡を取る手段としてスマートフォンですね。スマートフォンをまず手に握った状態で、あるいは近くに置いた状態で誰か一人を思い出しましょう。できれば良い
思い出だったりとか良い気持ちになるようなことを考えて、そういう人を浮かべるということです。誰がいたかなからスタートして、高校の時とか大学の時とか中学生の時とかこの間とかね。であの人は今何してるかなとか、あの時優しかったなとか、あの時こんな話して気が楽になったな、盛り上がったなとか、何でもいいです。だからそういうちょっとねポジティブと言いますか、心が温かくなるような場面を人を含めてちょっと想像してみてください。誰か一人を浮かべてですね、その人に向かって願うんですね。その人が今いい気持ちでいたらいいなとか、その人があの時言ってた試験うまく勉強できてたらいいなとか、あの時こんなことで悩んでいるって言ってたけどそれ解決してるかなとか、してたらいいなというふうに、一人でやることですから何とでも願えますよね。そういうことを願ってみる時間を取ってほしいんですね。でそれをやるだけです。できれば毎日で1日に1回と言わずですね、時間が空いて友達いなくて寂しいなと思ったらそういうことをやってください。でそれをやっているうちに、手に握っているスマートフォンがあったり目の前に置いてますよね。でその気になった時、それができそうな時、たった一言でもいいですからメッセージを送ってみるという時が来ると思います。それができる時がね来ればいいなと思いながら話してますけれども、そういうことを繰り返して何でもいいですから、ちょっと思い出したので連絡しました、元気ですかでもいいですし、あの時言ってた試験うまくいきましたかでもいいですし、なんなら今日は天気がいいので思い出しましたでもいいと思います。何でもいいので、その人の幸せだったりとか良きことを願った状態で連絡をするというところができればゴールなんです。で今寂しいなって、自分はどこか悪いのかなっていう気持ちがとても強いんですね。でそういう誰かと関わりたい、自分一人じゃ寂しいという気持ちからスタートして、構ってほしいからとか寂しさを消したいから連絡する、関わりに行くっていうんではなくて、自分でちゃんと人と向き合うための準備をする。誰かを思い出す。これまで誰に助けてもらったか、誰にどんな言葉をかけられて嬉しかったか、誰がいたから今自分がいるのか。連絡帳にいる人なんてほとんど自分の人生に影響を与えてくれた人なんです。その人たちがいたから今の自分がいるんだということを振り返る意味でも思い出して、でその次に感謝の気持ちを込めて、今いい気持ちでいますようにと願って、で願った挙句に一言だけでも送ってみようかなって勇気が出たら送る。でそれは伝わりますから、どんな言葉であっても一言であってもそれが伝わった時に返ってくる言葉には相手の気持ちもしっかりと乗せられていると思いますので、そういう行為ができるまで、そして実るまで人を思う時間を取るというお守りをぜひ実践してみてください。波音さん、そして動画を最後まで見てくださった皆様に心から感謝申し上げます。ありがとうございました。お気づきやご感想があればぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。お悩み相談がある方は概要欄にご相談窓口のリンクもございますので、お便りくださいましたら幸いです。ありがとうございます。